海、帰ってきたぜ。久しぶりだな。哲、私寂しかったんだ。だから何も言うな。いや、実はさ、俺も戦場で可愛い女子高生とつい。なんか言った？いやいや、なんでもないんだ。戦場で、なんつうのかな、こうなんかね、こうなんか傷ついたかわいそうな女子高生を助けた。哲、お前が悪いんだ。そんな小娘なんかに構ってないで、なんで私を慰めに帰ってきてくれなかったんだ。私の体はもう分かってるよ、冬美。今夜はお前を離さないぜ。哲、冬美、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 はい、これ以上やってしまいますとですね、年齢制限等の問題が発生してしまいますのでですね、後のことは皆様のご想像にお任せするということでご勘弁ください。はい、楽しんでいただけましたか？楽しかった？俺もう僕は十二分に。私も楽しかった。まあいろいろ脳裏に焼き付けてですねまあ使用方法を間違えないようにしたいと思いますけどもということでですね、この最終兵器彼女 DVD ボリューム2なんですけども、今回の映像特典はですね、私鉄役の三木真一郎と風味役の伊藤美希でお送りいたします。はい、お願いいたします。そんなわけで名付けて大人の最終兵器彼女。最終兵器彼女 DVD ボリューム2いかがでしたか？ストーリーもますます盛り上がってきましたね。ボリューム2収録の3話4話には人気キャラクター冬美と哲がついに登場。今回の映像特典ではその冬美、哲を演じたお二人が大人の視点からサイカノの魅力を語ってくれます。改めましてこんにちは、三木真一郎でございます。伊藤美希です。よろしくお願いいたします。はい、今回ですね、このボリューム2の方にはですね、最終兵器彼女の2話、3話、4話が収録されております。はい、ちょうどここに入っている3話から私がやってます冬美先輩が登場します。はい、そして4話から美希くん演じる哲さんが出演するわけですね。はい、まあそうなんですけども、私らはですね、一応夫婦という役どころそうなんですが、作品中ですね、一度もこう2人が揃って出てくるシーンがないという。なんてことちょっとまあなんてことでしょうね。ちょっと愛を語らせろっちゅうねんっていうことでですねそのあたりはどうでした、やってて？そう、会いたかったですね、哲さんに。なので絵の中で会えなかった分、スタジオの中でなるべく近いところに座ったりですとか一緒にコーヒー買いに行ったりとか、コーヒーはね、ちょっと分かりにくいと思うんですけども一緒に買いに行ってましたね。手は繋がなかったけどね。いやでもね、ああいうのって大事だと思うんですよ。でスタジオの雰囲気がそのままこうなんていうの、作品の役柄にね、乗っかっていくっていうのは非常に大事なことだと思うんで、まあ、それもいいかなと思ってたんですけど。修二、あらこんなに大きくなって。どうですか、そのミシャンから見た冬美であり哲でありっていうのは。じゃあ冬美の方から言ってみましょうか。そうですね、女性の素直な形かなと思いましたね、自分の欲求を素直に表現してるんじゃない？旦那さんがいなくて寂しくてで、心の奥底に潜んでいる修二君が目の前に現れてきたらすぐに手を出してしまうでしょ本当に言い方選ばないよねまあね、はいはいはい。ね、だからストレートに感情を行動に移すタイプですね。ただそれが嫌味ではなく可愛らしい女性として私には映りました。で彼女がいることでこう修二が成長していく様が、うまい具合に描かれていったりとかするっていうので、まあ、みんなが成長する話の中の、重要な女性として描かれているのではないかなというふうに
中隊長殿、自分の部下が失礼いたしました。鉄道っていうとなんか座り悪いけどね、鉄道。そうね、素朴な感じがすごく女の子にモテるんじゃないかなっていう気がしましたね。ちょっとぶっきらぼうな感じでしょ。旦那にするには、恥ずかしがり屋なのかな。でもシャイでしょうね。ね、彼はね。ちょっとねかっこよすぎるんじゃない？まあでもほらあそこに登場するまでに彼の生活っていうのはわからないわけでしょ。だね、まあ戦争とかいろんなところでさ、こう部下が死んでったりとかいう様を見ちゃったからね、見ちゃってるからあえてこう僕たちが作品で触れる彼はああいう無口な人にね、育っていってしまったのかなっていうね、そういうああいう状況なんでどっか破綻してる部分もね、精神的には破綻しちゃってるんだろうなっていうところはあると思うんですよ。だけど、知性だとかその自分たちの部下だとかね、若い連中に対して接するところに彼の人間性であるとか、まあ子供っぽいシーンのところもねちょっと見えたりするので、非常に共感できるかなと思うんですけど。なんだよ。実際のミキ君ともつながるところありますか？声が似てる。すっごくよく似てるよね。声は似てると思うんだよね。すごいこと言うね。いや言っとかないとね。なあ、俺らの朝飯どうすんだよ。ディープなファンの間で実は最も注目されていたのが冬美先輩のお色気シーン。ごめんね、もう後戻りできないね。お色気シーン、いわゆるっていうのがありますよね。それはどうだったんですか？恥ずかしかったですね。恥ずかしい。照れますね、なんかね。でもさ、あれはほら心の中の何かがあって結果ああいう行動に出たっていう部分があるじゃないですか。だからなんか取ってつけたようなところじゃないからまだそうね、ある意味思い切ったなっていう気はしますね。作る側としても放送するわけで、まあ場合によっては切らなきゃいけないだろうところもね、ああいうふうにちゃんと残ってたっていうのはね、すごいなというふうに思ってみたりはね。絵がとても綺麗で、ソフトな感じでしょ。だからあまり違和感はなかったのかもね。なんていうの、いわゆるそのお色気のシーンを見せるのが目的じゃないからね。だからそれがね非常にうまい具合にこうつながっていくのではないかなっていうふうに、僕的には思ったりもするんですけども、今日はですね、大人の最可能ということになってるわけじゃないですか。そんな中でですね、こう色っぽい感じのセリフというか、セリフ？なんかどうしたらこうミシャみたいにこう大人っぽい艶っぽい感じのいや言えるのかなっていうのは。いやってそんな。それはですね、やっぱりね経験じゃないですか。そんな私経験が豊富とかあれそういうんじゃない。そういうんじゃなくて。でもそうだから大丈夫ですよ。もう言っちゃって。このシーンはカットですね。当の本人も照れまくりのハードな内容。冬美マニアの方は今後に期待してください。していい。最終兵器彼女という作品なんですけども、いろいろな魅力があると思うんですけども、どんなところにこう魅力があったりとか魅力を感じたりしますか？その細やかな感情表現かな。本当に細やかですよね。そのアニメーションになって動くわけじゃないですか。だけどそれがただ動くのではなくて、ちゃんと表現をするために動くっていうところの細やかなね、アニメーションとしての表現であるとか、すごいですよね。とっても飛躍した設定でありながら、心の気持ちの移り変わりはとても日常っていうかね、普通に生活してますからね、彼らが。どうでした？ミキちゃんにとっての最可能とはどういうものだったんですか？
すごく率直に参加できてよかったなって、一緒にこの作品を映像化して声を吹き込むっていうお仕事ができてよかったなっていうのがものすごくこう素直な気持ちです。参加できてよかったなってつくづく思いますよね。好きな作品だったっていうのは当然あるんですけど、なかなかこうああいう細かな表情とかをねちゃんと表現してる作品っていうのはそうそうあるわけではないと思うし、セリフのないところの使い方とかがね非常に、素晴らしいなと思ってたりもして、なんだろう、自分の中の代表作の一つに、なるぐらいのね、作品だったので、非常に楽しくこう心地よい疲れを覚えさせてくれる、作品だったような気が、しておりますね。出演者そしてスタッフが最も力を入れ気をつけた点、それは細やかな感情表現。最終兵器彼女は今後のストーリーでもアニメの枠を飛び越えた深い人間ドラマを展開していきます。よかったな、生きて。よかったな、好きな男がいて。かなりの勢いでですねふらふら脱線しつつここまでお送りしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。私たちにとっても本当に思い入れの深い作品なので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。哲さんと冬美もこれから活躍しますのでご期待ください。というわけで、今度はですねボリューム3収録の第5話でお会いいたしましょう。ではでは、さようなら。